はいどうも、花宮ネクです。今日もババ、イズ、ユーをやっていくぞ。前回、ついに、このメタ世界で多少は動けるようになったところ、旗で扉を開錠し、ステージ7に進むぞ。ステージ7、ブランブルバリン。グランブルの親戚会。まず、左上で目が黄昏れているな。どうしたんだ、お前。で、下の草壁さんは、うわぁ。なんか近づいたら草壁さんに惹かれた。随分と不思議な挙動をしたけど、原因は、このルールか。殺人草壁は、馬場が近くにいると装飾。挙動が SCP なんよ。そんな危険物、できるだけ触りたくないけど、どうせ有効活用しなきゃいけないんだろうな。他のルールはどうかな。目は落ちる鍵で、こっちには目、イズ、ムーブ、その右には扉。ははーん、目が歩いてこれるように足場を作らないといけないんだな。で、目が歩く足場は、この SCP 草壁を使いこなさにゃならん、と、上級職員に任せましょうよ。そういうのは、可愛い馬場に任せる仕事じゃないよ。まあまずは、この草壁と触れ合って、情報を集めよう。足場を作るためには、こいつを御する必要がある。なるほど。一旦追いかけられ始めると逃げ切るのは難しいが、曲がり角を使うことで振り切ることができるのか。じゃあ、人為的に曲がり角を作るしかないってことで、おめえの出番だ。岩。ちょうど、プッシュ属性の岩があったんでな、こいつを、この辺に置けばいいかな。あれ？あんまり状況が変わってない。どうしよう。ああ、そっか。岩で曲がった後に岩からプッシュ属性を外せばいいんだ。なるほどね。さて、これで草壁さんの基本的なルールは分かったので、ここからはひたすら試行錯誤タイムだ。20倍速。よし、すごくデコボコしてるけど、なんとかゴールにはたどり着けるようになった。あとは、ロック、イズ、プッシュも足場にして細かそうね。それじゃあ、目、イズ、ムーブ、起動します。歩き始めるのだ。よし、完璧。すごく完璧だった。はっはっは、ちょろいステージだったな。次はステージ9、両思い。片思い非連物や両片思いすれ違い物はお呼びじゃねえんだ。なんか、変にシンプルなステージだな。とりあえずクリアしときましょ。さて、右上にレベル、イズがあることだし、レベルを何かにするわけだが、馬場も旗もどっちでもいいな。これで、鍵旗が一つ増えたわけだ。もっと先に進めるぞ。これでレベルテキストに干渉できるようになったな。ついでに、ステージ12にも、いや、そっちはまだいけないか。まずはステージ9に行けってことか。レベルをいじるとすると、レベル、イズ、レベルがあるから、レベル、イズ、名詞はできないとして。可能なのはレベル、イズ、プッシュだけかな。ちょっとやってみよう。よし、これでステージが押せるようになった。しかし、何も起こらなかった。次に行くべきはここのステージ9なわけだけど、途中に扉が1つと真空水たまりが2つあるんだよね。ステージを水たまりに沈めて突破するんだろうけど、鍵旗が足りないんだよな。やっぱりステージ8、両思いが怪しすぎるだろ。もう一回行くぞ。実はちょっと気になってるのが、このテレポート。これを使って、どうにか、何かを重ねるんじゃないか？でも、テレポーターが3つ以上ないと実体判定があるものは重ねられないんだよな。あ、でも、馬場と旗にもう用はないから変化させちゃっていいか。そっかそっか。よし、これでテレポーターが3つある。あ、でも、多分、これフラッグテキストと馬場テキストを重ねたいんだよな。これじゃダメか。つまり、正解履行だ。馬場をあらかじめ所定の位置に置いてから、馬場 is love でテレポーターに変える。よし、
あとは、ババテキストとフラッグテキストが重なる時を待つ。時間を戻してもまた時間を進めたら、別の場所にワープするんだったな。そこだ。よし、重ねることに成功。これでレベルイズフラッグ&ババが成立するってわけよ。いろいろと解決。あとは右側のババがレベルイズストップを完成させて、左側のババがステージを押して水たまりを埋めればいい。油断したら失敗するからちょっと神経使う。よし、さらなる左側に来れたぞ。置いてあるカーソルイズがすこぶる不穏だが、まずはステージ9をやる。お、久々に私が目覚ん。ここはどんなステージなんだ？最初からできてるルールは目が箱に重なると星に変化する。一丁変化してみるか。あれ、変化することもなく解けちゃったけど。今回はホットとメルトがあるんだな。左のルールか。箱と星は変化不可能で、箱は熱い。星は溶ける。ついでに星はオープン属性だからドアを開けられる。ふむふむ。で、その星2つでドア2つを開ければウィンが使えるようになるってことね。やることはシンプルなステージだな。問題は箱の奥の星をどうやって持ち出すか。まあ、おあつらえ向きにオンとかプッシュとかプルとかあるしな。こいつらを有効活用するんでしょ。ミスって星になっちゃったよ。まずはいろいろ試してみようじゃないか。ボックスイズプッシュだけ成立させてみると。箱が星を溶かして終わりだね。ダメだこりゃ。ボックスイズプルにしてみると、箱を2マス引っ張れるな。それだけ、意味なし。やっぱり、オンを使えって話なんだな。スターオンメイズプル。これも違うよな。重なってから引っ張れるようになっても意味ないよな。スターオンメイズプル、ボックスイズプッシュ。これは、実体判定の挙動次第で面白いことになりそうだ。いけた。いけるんだ。なるほどなるほど。箱はプッシュ属性、星はプル属性なので、箱を押すと星も引っ張ってくれるんだ。プル属性のものは自分で引っ張らなくても、周りで動くものがあったら勝手についていくってのが肝だな。プル属性は引っ張れるってよりかは粘着性の何かって考えた方がいいんだろうな。さて、これで左の星はクリアしたわけだな。左波上からアプローチできたから簡単だっただけで、右の星はさっぱりわからんな。どうするんだ、あれ。といった感じで、この収録中は脳が腐ってたので、ここでめっちゃ詰まりました。さっきの解き方を応用するだけなのにな。15分詰まってたけど、正解はこれ。ボックスオンメイズプッシュ、スターイズプル。箱は私が乗ってるとプッシュ属性になって、星はプル属性だから引っ張れる。あとはドア2つを開けて終わりだ。終わり。そんな難しいステージじゃないのに20分かかっちゃったよ。このままステージ10もやっちゃいましょう。うわぁ。文字が赤い。やめろ。そういうの苦手なんだよ。うわぁ、ステージ内も灰色と赤しかないわ。めっちゃ怖い。7種のゲームとかドットのフリーホラーゲームとかの雰囲気なんよな。しかも、レベルがあるってことは、レベルイズババを作らないとダメなんだろうな。まあまずは普通にクリアするか。レベルイズウィンを成立させよう。さて考えるか。目的はレベルイズババ。で、おそらくババイズユーも必須ルール。つまり、最終形はこうなると思われる。で、ノット、ババイズユーでは3つになれる。これ大事ね。3つあるってことは何でもできるってことだ。すでに大体わかったぞ。というわけで、ノット3つを階段状にして壁に寄せました。これで岩3つの形を整えられるってもんよ。そして残ったノットにもまだ使い道がある。お前ら縦に並べ。まあこれでいいかな。次は我々が一直線になり、ババイズユーを強ずらししていく。これならババイズユーを壊すことなくレベルと同じ軸に行けるな。あ、このままじゃダメなんだった。ちゃんと岩からババに戻ろうね。
成、レベル、イズ、ババ。さて、これで何ができるようになるのか。次に行きたいステージ11はここ。ここに行くには、ドアを開ける鍵旗が足りない。そこで活躍しそうなのが、とても不穏な空気を醸し出してるカーソル、イズ。カーソルって、ステージを選択するこれだよな。しかし、カーソルは、ルールでガチガチに固められてるんだよな。プッシュにもオープンにも U にもならないとなると、他に使えるのは、フラッグか。まず、ババ2体で水たまりを埋めて、カーソル、イズを運んで、カーソル、イズ、フラッグにして、ステージ11の前のドアを開けた後に、フラッグ、イズ、カーソルを成立させて、やることが多い。といったところで、今回はこの辺で、お疲れっした。良ければフォローやチャンネル登録よろしく。